シートが硬すぎるのだ。何これ、指で押しても全然潰れないじゃない。純正はこんなに柔らかいのに、これじゃあ乗れないからシートのあんこをいじくるのだ。そんなことできるの？やったことないけど何事もチャレンジあるのみ。チャオ。早速シートを分解していくのだ。シートの分解ってどうやるの？ V7 のシートにはゴムのクッションがついているから、まずはそれを取り外すのだ。工具とか必要なのかしら？ただつまんで力いっぱい引っ張る。ポン。ただはまっているだけなのね。そうなのだ。今回は前半分をいじくるから邪魔になる部分のみ外していくのだ。次はシートの皮を留めているタッカー針を外していくのだ。今度は何か道具が必要みたいね。そうなのだ。マイナスドライバーを使ってテコの原理で針を持ち上げるのだ。なるほど。よいしょよいしょ。もうちょっと。やったのだ。あとはペンチで引っこ抜けば取れたのだ。外した針は再利用します。は？そんなわけねえのだ。そこまで貧乏じゃないのだ。さて、どんどん外していくのだ。ああ、大丈夫なのだ。見えないところだから平気平気。気を取り直して養生してから針を抜いていくのだ。今養生テープ貫通していたような。気にしてはいけない。ここはハンマーを使っているの？そうなのだ。角度が悪かったり、ドライバーが針の隙間に入らないときは叩いて強引にねじ込むのだ。場所によってはやり方を変える必要があるってことなのね。ネットだとドライバーだけで取れるって書いてるけど、なかなかそううまくはいかないのだ。そんなこんな言ってるうちに針抜き完了。いよいよ皮を剥いでいくのだ。シートの中身はどうなっているのかな？ワクワクするのだ。なんか接着されてる？ずれ防止なのかな？ウレタンの硬さはどんな感じ？めっちゃ硬え。全体重を指先に集中させないと沈み込まない。これじゃあケツが割れるわけだ。ウレタンの厚さはどうなの？ウレタンは分厚いけど座っても全く沈み込まないから実質クッションないのと同じなのだ。厚みを生かすことができないくらい硬いなんてなんだかもったいないわね。本当にそうなのだ。もう少し柔らかければ乗り心地が良かったはずなのだ。そういえばこのシートは本革だけど硬さはどうなの？これも分厚くて硬めなのだ。しっかりしていて質感は良いんだけど、これもシートが硬い原因の一つだと思うのだ。ウレタンだけの問題ではないってことなのね。結構奥が深いのだ。少し観察してみるのだ。見た目は普通のモールドウレタンって感じなのだ。モールドウレタンって？型の中にウレタンを流し込んで発泡させて作ったもので、表面が高密度になるからコシがあって型崩れしにくいという特徴があるのだ。それじゃあウレタンを切ったり削ったりしたら耐久性が落ちちゃうってことなのかな？その通りなのだ。だけどこの硬さじゃこのシートを使う気にはならないし、いじくらない理由にはならないのだ。今回は表面を削って別のウレタンを埋め込むのよね。どんなものを埋め込むの？それじゃあ紹介するのだ。ボディドクターザ・シート。まさかの座布団？バイク用のウレタンじゃないんだ。あまり例はないけどバイクに流用している人がいるみたいだからやってみることにしたのだ。ということは普通の座布団じゃないの？そうなのだ。低反発といって沈んだ体積に比例して反発力が増して、どんな重さでもある一定の割合で重さと反発力が釣り合うらしいのだ。よくわからないけど、つまり底付きしにくいってことなのかな？おそらくそういう認識であっていると思うのだ。柔らかいのにコシがあるなんて乗り心地改善にぴったりだと思ったのだ。概要欄にリンクを貼っておくから詳しくは公式ホームページを確認してほしいのだ。後で確認してみるわ。そしてこれが中身のウレタンね。これはウレタンではなくて天然ゴムなのだ。天然ゴム？ウレタンとは何が違うの？簡単に説明すると、ウレタンはポリウレタンというプラスチックの一種で、天然ゴムはゴムの木の樹液か
から作られていて殺菌作用なんかもあるのだ。なるほど、天然ゴムは座布団や寝具にぴったりというわけね。ところで感触はどんな感じ？反発力も弾力もあるし結構期待できるのだ。でもバイクに使うには柔らかすぎたりしないのかな？正直ちょっと心配なのだ。さて、ここからはどれくらいウレタンを削るか考えていくのだ。まずは深さ。これはさっきの座布団の中身と同じ 25mm にするのだ。うっすらと見えている縫い目の跡がちょうどいい深さになりそうね。そうなのだ。この跡を目印にするのだ。それじゃあマーキングに移るのだ。適当な場所に収まるよう目印をつけてカットするガイド線を描いていくのだ。なんかこの形状だと埋め込んだ素材と元素材の硬さが違いすぎて座った時に縁が気になりそうね。シート屋さんとかが四角くしているから真似してるだけなのだ。もしダメだったら形状を変えればいいだけだし、深く考えずやってみるのだ。ついにこの時がやってきたのだ。ウレタンケーキ入刀です。いや違うのだ。明らかに間違いな BGM を流すのはやめるのだ。というかウレタンケーキって何なのだ。つうか若えなおい。せっかく盛り上がってきたのに。一人で盛り上がってるメタンは置いといて、シリコンスプレーをカッターに吹いて刃の滑りを良くするのだ。ここテストに出るわよ。出ねえのだ。おお、刃が入っていくのだ。深さが 25mm になるように慎重に切っていくのだ。ところでこれ周りから切っていってるけどどうやって切り出すの？内側から切り取り線に向かって削っていく予定なのだ。結構時間がかかりそうね。まあそこは仕方がないのだ。とりあえず外周は終わったのだ。今は何してるの？指を入れてみて深さの確認をしているのだ。これで大丈夫そうならいよいよ削り開始。OK だね。今回はこの断熱材カッターを使って削っていくのだ。パン切り包丁みたいね。似てるけど違うのだ。ちゃんと切れるかな？おう、切れる切れる。前にパン切り包丁で廃材のウレタンを切ろうとしたらボロボロに崩れるだけで切れなかったのだ。いや、やってたんかい。似てるからいけるだろって思ってたのだ。みんな考えることは同じなんだね。総勢2名。これを見ている人は間違ってもパン切り包丁で代用しようだなんて考えちゃダメなのだ。断熱材カッターはウレタンが崩れず切れるから片付けも楽になるし、安いからケチってはいけない道具の一つなのだ。と言いつつ今むしり取っているように見えるけど、前は盛り上がっていてカッターで削りやすかったけど、縁部分はカッターだと貫通する恐れがあるからむしってみてるのだ。そして今は一周指を入れてむしり取れないか試しているところ。なんか浮き上がってきているね。この調子なら大きい塊でむしり取れそう。そうなのだ。うまくいけば一気にショートカットできるのだ。果たしてそううまくいくかな？なんで不安になるようなことを言うのだ。だってあまりにも順調すぎて面白くないじゃない。この動画にハプニングなんていらないのだ。視聴者の求めていることはそういうことだぞ。そうかもしれないけど何事もなく終わりたいのだ。そんなんだから最底辺なんだぞ。シーナッツすぎるのだ。さて、もうそろそろ剥がれるのだ。これは一気にいけそうね。デリなんかボロボロだね。思ってたのと違うのだ。まあ見た目はともかく目標の深さになったか測るのだ。どれくらいずれてるの？なんでずれてる前提で聞いてくるのだ。メタンが期待しているほどずれはなさそうだけど左右で高さが違うのだ。ここからはずれ修正と調整のため腹管を使って削っていくのだ。ウレタン用の道具なの？違うのだ。これはもともとパテ、木材、石膏なんかを削るための道具でウレタン用にもいいと評判なのだ。カッターできる以外にも削って調整することもできるのね。そうなのだ。だからシートのあんこ加工は難しくないから乗り心地に不満のある人はぜひチャレンジしてみてほしいのだ。ここでセンス交代、腹管を変えるのだ。今度は小さいやつなのね。細かいところを削るのにちょうど良さそう。そうなのだ。これで隅をガンガン削っていくのだ。おお、削りやすいのだ。これなら隅もうまくならせそうね。削り終わったのでボディドクターの中身を入れるのだ。見た目は良くないけど座り心地に問題はないと思うのだ。なんか中途半端な長さだね。
最初のは穴が短すぎたから延長したのだ。これでよし。一旦元に戻して確認するのだ。おお、柔らかい。まるでソファーのようなのだ。それってバイクのシートとしてはどうなの？乗り心地は良いかもしれないけどシートからのインフォメーション減っちゃうし、体が落ち着かなくていまいちかもしれないのだ。あとやっぱり角が気になる。あんこの硬さが違いすぎて穴にはまったような感触になってしまうのだ。修正する必要がありそうね。熟考の結果、四角い穴にするのではなくかまぼこ状に削ることにしたのだ。それなら硬さが異なるあんこでも口が当たらなくて違和感がなくなるってことね。その通りなのだ。我ながら完璧なアイデアだと思うのだ。側面をある程度切ったらかまぼこ状に整えていくのだ。ここが一番重要そうね。そうなのだ。側面は信号待ちで足をついたりコーナリングで引っ掛けたりするから違和感が出やすいのだ。手は抜けないわね。とりあえず大体整えたのだ。これで完成？なんかいびつだしボロいんだけど。細けいことはいいのだ。凹凸は後で整えるとして早く試奏したいのだ。まあ乗り心地に影響しないだろうしいいのかな。かまぼこ状になった今、側面部分はこんな感じで収まるのだ。入れ替えるあんこはそう感じになるのね。これなら快適そうね。あとは皮を元に戻したら完成なのだ。ラストスパート。そしてついに完成。ここまで長かったのだ。14時間くらいかかったね。いろいろ遠回りしてしまって時間かかったけど、慣れれば半日もあれば普通に終わる内容だと思ったのだ。それで肝心の座り心地はどう？ふかふかのソファーみたいになったのだ。これさっきも話したけどバイクのシートとしてはあまり良くないんじゃ。まあそうかもしれないのだ。だけど以前のカチコチシートは乗れないレベルだったし使えるようになっただけでも OK なのだ。あと柔らかすぎて内ももを引っ掛けた時踏ん張れない気がしてたけど意外と大丈夫なのだ。それなら走行には支障なさそうね。試乗タイム2時間くらい走り回ってるけどどんな感じ？もともと15分くらいで痛み始めたんだけど1時間くらいは平気になったのだ。改善はしているけど痛み始めるの早すぎない？そうなのだ。純正シートでは一日中乗っていても平気だけどこれでは比べ物にならないのだ。まだまだ改善の余地がありそうね。次はどうするの？